この人だったら一生を共にしたいっていうふうに思った、その覚悟ができた相手だったんですね。皆様こんにちは、ナミバーデンです。今日は結婚相手を見極める3つのポイントについてお話ししていきたいと思います。結婚する前に悩まれる方いると思うんですね。マリッジブルーと言われるものですね。今回の相談者の方も同じようで、婚約者がいますと。でも自分の婚約者が一生を共にする相手かどうかが分からずに、今結婚するべきかどうか迷っておりますということだったんですね。でその方のバックグラウンドがいろいろあると思うんですけれども、今回はもう私が結婚に対してどう思っているかっていうのも含めながら、じゃあ結婚する前にこれだけは押さえておいた方がいいよっていうこと、その3つのポイントをお話ししていければと思っております。さあ皆さん、なんで私たちは結婚したいっていうふうに思うでしょうか？もちろん相手が好きだからっていうのはあると思うんですよね。じゃあその次に何があるのかっていうふうに言われると、男性の方で多いのは精神的な安定が欲しいからとか、あるいは好きな人と一緒にいられたい、いられるから。そして女性の場合は経済的な安定が欲しい、精神的な安定が欲しいっていうことで結婚を選ぶということがあると思います。私のもとにはいろいろなカウンセリングの内容のこの相談者の方がいらっしゃるわけですけれども、実際に結婚してどうなのかっていうふうに言うと、例えば男性なんかは好きで結婚したにもかかわらず、子供を持ってしばらく経ってみると、パートナーの方をもう女性としては見られなくなっちゃって、最近はずっとセックスレスが続いているっていう方もいらっしゃれば、女性の方で言うと経済的な安定を求めてきたはいいけれども、あまり稼いでくれないから結局自分も一緒に共稼ぎになっているっていう状態だったりとか、家にいてもらっても邪魔なだけみたいな風な関係になっている。だからもう皆さん結婚されてもその自分の心の葛藤っていうのはどんどん続いていくもので、私たちどちらかといえばハリウッド映画とか見て、あるいはおとぎ話とか見て、結婚しました、めでたしめでたしって終わるような物語を描くわけじゃないですか。特に女性の方はそうだと思うんですけれども、実際に本当にそうなのかって言われたらそうでない状態であることが多いわけですよね。テッドトークでこういうお話をしている方をずっと前に見たことがあるんですけれども、例えば私がここに航空券のチケットがありますと。でこの航空券のチケットをプレゼントします。ハワイ行きのものです。そうすると嬉しいですよね。欲しい欲しいって思うじゃないですか。だけれども実はここには一つ付け足しがあって、 50% の割合でこの飛行機落ちるんだよねっていうふうに言われたら、さあ皆さんこの航空券チケット受け取るでしょうか、あるいは本当にこの飛行機乗るでしょうかって言われると、いや 50% の割合で落ちるんだったらちょっと確率高すぎるからっていうふうに思うじゃないですか。で実際アメリカの統計で言うと、結婚された人の中の 50% は離婚に至ってしまうっていうような、簡単な大雑把な統計が出てるわけですよね。でしかも2回目の結婚っていう割合は 60% の割合で離婚がするらしくて、3度目の結婚する人はなんと 73% っていうような確率なんですよね。日本の統計でいうと約3分の1ということなので、でもこれは実際に離婚した人の割合を言ってるのであって、じゃあ離婚までは踏み切っていないけれども不幸せな結婚生活をしている人は一体どのぐらいでしょうかっていうふうに想像すると、やっぱり数すごく多いと思うんですよね。だから私たちがよく夢に描いている老後になっても手を取り合いながら支え合いながら生きている方っていうのは本当に少ないんじゃないかなって思うわけですよ。ここまでしてやっぱり大変な結婚生活っていうのをするにあたって、じゃあこの生涯を共にするわけですから、その相手を見極めるための3つのポイントは何ですかっていうふうに言われたら、私はこういうふうに多分述べられると思うっていうのが今日のポイントなんですね。実際に言ってみます。第1番目です。これまずは私は自分を磨くことが大事だと思ってるんです。
ナミさん結婚相手を見極めるためのポイントだよねっていうふうに思われるかもしれないんですけど、結局結婚相手を見極めるっていうのは自分が相手を品定めしているっていうスタンスじゃないですか。でも人っていうのはその完璧な人を選ぶんじゃなくって、私たちっていうのは人間ですから、その完璧な人はまずいないっていうふうに思った方がいいんですよ。だから自分も実際に完璧じゃないですよねって。だって私でもそうだし、ずっと完璧に何でもこなして失敗も絶対になくて、であなたのために 100% いつも常に思っていてっていうことは絶対無理なわけじゃないですか。でそれを私たちは相手に求めながら結婚相手を見極めるっていう、そのスタンス自体がまずおかしいわけですよね。だからまず一つ言いたいのは、相手ばかりにケチをつけるんではなくて、まずは自分に目を向けてくださいということなんです。だから相手ばかりにケチをつける人は絶対に結婚できません。あるいは結婚をしたとしても幸せな結婚生活はできませんということなんですね。なぜならばみんな完璧じゃないからなんですよ。で自分を磨くってどうやってやるのかって言ったら、例えば本を読む、そうやって自分の知識を増やす、そして何でも努力をすること。この努力をするというのは何に努力をするのかっていうよくわからないと思う方いらっしゃると思うんですけど、今自分がすべきことにもう専念すればいいんです。今やるべきことを 120% の努力のスタンスでいくことを、例えば仕事でやることだったら 120% の、労力を費やしてみる。例えば本当にシンプルな簿記の仕事かもしれないし、シンプルな受付の仕事かもしれないし、何でもいいんですよ。どんな仕事でもいいけれども、しっかりやること、そしてミスを犯さないこと、そうやって自分のスキルをどんどん磨いていくことっていうのを常日頃やっている。するとその一生懸命やっている姿っていうのはやっぱり周りに分かるわけですよね。その努力している姿、一生懸命何かに精力的に自分をやってる、精力的に心を込めてやってる姿っていうのは誰にでも伝わるものなんですね。だからそういう姿を見てやっぱり見初めてくれる人が現れたりとか、そういうふうに自分の心をちゃんと高く持っていようっていう高い志の人とマッチングすることができるようになるんですね。だからまずは自分を磨くっていうことにまず専念をすることなんです。それ仕事だけじゃなくても趣味も同じなんです。自分の趣味に没頭すること、ちゃんと仕事もやる、そして自分の好きなこともやる、一生懸命やるんですね。それが自分磨きってことにつながっていくかと思います。では第2番目のポイントです。相手と同じ方向を見て、そして同じ目標を持って歩いていくという決意が自分ができるかどうかなんです。私たちは2人、カップルになるわけですけれども、相手の人もやっぱりそれぞれ価値観があるんですよ。で、自分にも価値観があって、で、ある程度価値観が合うかどうかっていうのはやっぱり大事だと思うんですね。結局は赤の他人なんですよね。赤の他人と一緒に暮らしていくときに、この結婚というのは学びの場になるわけですよ。で、自分一人でいる時には自分の好き勝手な時に好きな時に食事をして自分の好きなことをして自分がやりたいことを考えていけばいい。だけれども誰かと一緒に暮らしをするということはやっぱり一緒に共に生きていくという学びの場なんですね。だから自分でちゃんとその結婚をすることで学んでいけるかどうか、学びたいのかどうかって自分が決意できるかどうかなんですよ。だから結婚相手は見極めようとかっていう問題ではなくって、自分がその学びをしますって言って、その学びをしますってセミナーに参加するような感覚でちゃんと参加しよう、そのサインアップしよう、その学びの場にサインアップしようとできるかどうか、つまり決意ができるかどうかっていうことだと思うんです。で、その時に大事なのは自分の心の状態、自分のスタンスがちゃんと丸にできるかどうかだと思うんですね。これ何のことを言ってるかというと、私たちはパートナーシップを組むときによくハートのペンダントって私言うんですけれども、ハートのペンダント知ってます？このネックレスなんですけど、ペンダントみたいなものでハートがあってギザギザがあって、でベストフレンドとかあるいは結婚相手とかでも子供たちやるんですけど、こっちの半分が私がやるから、
こっちの半分はあなたねってことで、そのギザギザをパカッと合わせて2人でラブラブみたいなことでやると思うんですよ。だけれどもこのスタンスじゃうまくいきませんよっていうふうに私は言ってるんですね。ハートのペンダントのスタンスだと最初はいいかもしれない。最初はね、あなたどんな人なの、どこから来たの、どういうことが好きなの、どういう食べ物が好きなのっていうことでいろいろ相手を確かめ合って、このハートのペンダントはカチッて合ってると思うんです。だけれども人の価値観っていうのは変わるんですね。だからその場ではいいかもしれないけれども、そのうち6ヶ月とか1年間、1年後、2年後、3年後ってやっていくと、自分も成長していて相手も成長していて、それぞれがいろんな経験をしていくとともに、この価値観というのはだんだん合わなくなってくるわけですね。出産とか、あるいは会社でね、いろんなことがあったりとか、いろんなことがあって自分は成長していくわけですけれども、その中で最初はあなたこういうふうに言ってたのに今は全然違うじゃないっていうことがだんだん出てくるわけですよ。そうするとその重ならなくなった、合わなくなったこのペンダントのことで相手を責めるようになるわけですね。最初会った時には家業を継ぐって言ってくれたのに今はそうじゃないじゃないとか、あるいはあなた子供が欲しいって言ってたのに実際には子供欲しくないみたいなことになったとかね、いろいろなことがやっぱあると思うんですよね。でその中で言いたくても言えないことだったりとか、いろんなことがあってだんだんこの価値観が合わなくなっちゃうっていうことが起こるわけですよ。実際にこの統計的に見ると離婚をされる人の一番の理由というのは価値観が合わないっていうことなんですよね。だからそうやって価値観が合わなくなった2人が離婚されていくっていうことにつながっていく。このハートのペンダントっていうのはうまくいきませんよっていうのはもともと結婚する前からそれは分かっていなきゃいけないことなんですよね。じゃあどうすればいいのか。結婚をする時には私たちはこうじゃなくて自分が丸じゃなきゃいけないんですよ。自分も丸で相手も丸。これ何が丸なのかっていうと自分のスタンスなんですね。最初に申し上げた中で実際になぜ結婚したいんですかっていうふうな質問をした時に数多くの女性が精神的にね安定したいからとかっていう答えがあったと思うんですけれども、自分の精神的な安定というのは相手に求めちゃいけないんですね。精神的な安定は相手に求めるからこうなるんですよ。このハートのペンダント。僕が寂しい時には僕を癒してねとか、私がちょっと不安になったら慰めてねとか、私のこと可愛いって言ってねとか、自分の価値を認めてほしいとか愛してほしいとかっていうとこっちのタイプになるわけですよ。自分がもともと欠けているっていう状態で2人は一つになってるから、これだとうまくいかないんですね。だからそうじゃなくって自分はちゃんと丸でいることっていうのはここから来る。自分は丸、つまり自分の心が欠けたら自分で直していくことが大事なんですね。自分が寂しいっていうふうに思うんだったら自分の寂しさを埋めてよじゃなくって自分でこの寂しさは一体どこから来るのかって言って自分でちゃんと内省していくことが大事。自分で内観していくことが大事なわけです。で内省をして自分の寂しさというのはこれこういうことで自分はこういうふうに思っているんだなとか、どういう理想像があるから自分はこういうふうな理想像になりたいって言って求めているからそれを埋めてほしいっていうふうにわめいてるんだなとか、自分のことをちゃんと知って自分の理想像を立てないようにしてそれを相手に求めない。そして自分の価値を相手に求めない。自分は自分で自分は自分のでこれでいいんだっていうふうに思えるようにならなきゃいけないんですね。だからそれが丸っていうこと。そうするスタンスでいくと相手も丸で、自分で苦悩になったら自分で解決すること、相手に求めちゃいけないんですよ。でそういうふうにすると、もし例えば相手が仕事の中で仕事で嫌なことがあってシュンとして帰ってきた時に自分が丸であればそのパートナーを癒してあげることができる。なぜならば自分が丸だからいくら愛情を注いでも自分はなくならないから、そういうことができるわけですね。自分が丸であれば相手を癒すことができる。だけれども自分が欠けてたらその欠けた相手を癒すこともできなければ、私のことを見てよとか、私のこと愛してよとか、私のことを大事に思ってよとかって言ってもっともっと欲しいもっともっと欲しいっていうことになっちゃうわけですね。だからお互いが疲れちゃうっていうパートナーシップになっちゃう。だから2つ目のポイントはちゃんと丸でいられるかどうか、そしてその
決意ができるか、その相手とね同じ目標を持って歩いていきたいって自分が思えるか、その思う決意が自分ができるかどうかっていうのを見ていかなきゃいけない。さあ3番目です。これはですね、先ほど言ったように価値観が合うかっていうふうに言った時に、やっぱりだんだん合わなくなってくるのはそれぞれが成長していくからなんですね。そういった時にちゃんとコミュニケーションをとっていく、話し合っていく訓練をしていけるかどうかなんですね。だから最終的にこう相手を見るときには、その相手も自分とその価値観のすり合わせをしたいと思ってくれるかどうかだと思います。でそれをどうやってわかるのかって言ったら、結婚する前からね、そのすり合わせっていうのをね、ずっと常にやっておくべきなんですね。だから結婚前にこう言えることは、例えばこう趣味は何っていうことから多分始まると思うんですけど、どういうことが好きなのとか、ね、自分が好きなことが相手が好きじゃないことも結構あるじゃないですか。私の場合絵画が好きだけどうちの主人は絵画が好きじゃないとか、私の主人は例えばヨットの生活が好きだけど私は好きじゃないとかね、そういういろいろあると思うんです。でそれ新しく出てくると思うんですよね。そうなった時にどうやってすり合わせをしていけるかどうか、どこまでは自分が OK でどこまでは自分ではね OK じゃないのかっていうのも自分自身で分かる必要はあるし、それをすり合わせるためのコミュニケーション能力というのを自分でねちゃんと訓練をしていくべきなんです。で特に私の主人によく言うんですけど、日本人はコミュニケーションを取るのが本当に下手くそだって言うんですね。実際にそうで、アメリカ人っていうのはやっぱりおおらかにねこう明けっぴろげにね自分の気持ちを話すっていう訓練をずっとしてきてるんです。でも日本人はそういうことはなかなかする機会がない。だけれどもそのまま訓練してきてないからといってしないと、やっぱりお互いがわからないことってやっぱりすごく多いと思うんですね。だから私も意識してねそれは言うようにはしているし、どこまでが OK でどこまでが OK じゃないのかっていうのも自分でちゃんと分かれば相手とねお話しすることができるからなんですね。そういった意味でもやっぱり内観というのは非常に大事。内観をすることで自分のことをちゃんと知っていくことがやっぱり大事なんですよね。結婚生活をちゃんとうまくいかせたいなら話し合う訓練をすること、それはデートの時からですね。あなたは何が好きで自分は何が好きで、どこに食べていきたいのか、どこに行きたくないのか、そういうこともしっかり話し合うことだし、であとどういうふうに思っているのか、例えば将来的にどこら辺に住みたいのかとか、変わってくると思うし、それは状況によってね病気になってしまったりだとかクビになってしまったとかいろんなことがあると思うんですよ。そうなった時こそですね、その話し合いをしてきた人たちというのは2人で乗り越えていくことができるわけですね。だからもう相手を見極めるとともに自分のことをちゃんと知っていくことがいかに大事かなんですね。ここからは私の結婚観になると思うんですけれども、実際にその結婚っていうのは私は社会的なつなぎ止めでしかないと思ってるんです。だから今の主人とこう出会う時っていうのも別に結婚はする必要ないのよねっていうスタンスではあったわけですよね。でただアメリカ人と日本人の結婚ということもあってやっぱりビザの関係とかもありますから、じゃあやった方がお互いのために楽だよねってことで結婚はしましたけれどもっていうスタンスなんですよ。でじゃあ結婚に対してじゃあナミさんは全然夢を抱かなかったんですかって言ったらやっぱりなかったですね。で実際になぜかというと例えばね結婚指輪とかあるじゃないですか。で私結婚指輪とかされてる方って私よく見てきたんですけども、この指輪一つで私実際つけてないんですけどね、この結婚指輪のその一つのものでどうやって相手のね心をつなぎ止められるんだろうって密かにしらけた気持ちでね考えていることが結構多かったわけですよね。だからその結婚指輪にもね何百万とかかけてやる人たちも周りにはいっぱいいましたけれども、その人たちこそやっぱり結婚生活がうまくいってない姿を見ていると、この指輪一つでどれだけその人のね心をつぎ止められるかって聞かれると、全然つぎ止められてないじゃんっていうようなことを見てきたし、この指輪一つに対して指輪がなくなっちゃったからってね泣きながらね探すっていうね女性友達も見てきましたし、なんでそこまでしてねその思い入れを持つんだろうっていうふうに思う
場面もあった。だから私は結婚する時にはそういうことにお金いらないよっていうふうに思ってたし、それだけで相手をつなぎ止められるっていうふうに考えるのはちょっと安易な考えじゃないかなっていうのが私の考えでしたね。で、あと結婚式はされたんですかっていうふうに言われるとしてないんですよ、私。で、なぜかって言ったら、この結婚式って私いくつか結婚式行ったことあるんですけれども、その結婚式に呼ばれた人とかも結構苦悩であることが多いわけですよ。で、例えば友達とかにはお祝儀でね、いくら包まなきゃいけないとか、みんなが結婚ブームであればどんどん出費がかさむ。で、そうなると行かないわけにもいかないし、でも行ったからにはお祝儀を積まなきゃっていうことで、やっぱり行く方も苦悩だったりとかする。で、実際にじゃあ華やかな披露宴とかに行きましたっていうふうに言った時に、私この親戚のね結婚式でこういうことがあったんですけれども、こうみんなで祝う場面のはずなのに、結局参加してる人の中には自分のドレスはねあんまりみんなとは違ってちょっとしょぼいというかしょぼかったから、ちょっとそれはどうなんだって、この自分のドレスがどう見えるかっていうことに気を取られてる親戚を見てしまったりだとか、でもそういう場面じゃないんじゃないって私はちょっと心の中で思っていたし、で友達でもなんでその結婚式に参加するのって言ったら、結局下心でね結婚式に行けばそこで出会いがあるかもしれないっていう、そういう下心をね持っていらっしゃる方もいたりとか、例えばその披露宴を開催しますと、結婚式をします、友達呼びますって言ったら A さんを呼ぶんだったら B さんも呼ばなければいけないとか、上司 A を呼ぶんだったら上司 B、C も呼ばなきゃいけないとか、そうなってくるとどんどん大きくなっちゃって、でそこら辺でも結局苦悩になっちゃったりとか、だから結婚式をやる人も苦悩だし行く人も苦悩だしっていうふうに考えると、やっても意味ないんじゃないのって私思ったりするんですよ。そういった意味では本当に来てもらいたい人だったりとか、喜んでもらえる人って分かるんだったらまだいいんですけれども、自分がどう見られるかどうかっていうのを考えながらの招待だったりすると、お互いにやっぱり辛くなりますよね。で実際にね結婚式を大きくしてね夫婦になった方とかやっぱ聞きますけれども、その人たちが言うポソっていうふうに言うのは、あの時のお金何百万かけたけれどもそれかけずにね家族旅行にね後ほど行けばよかったっていうふうなね声もね聞いたりとかするわけじゃないですか。だからそういった意味でも皆さんこれからね結婚される方っていうのは誰のための結婚式なのかっていうのをまず考えていただきたいですね。で自分たちの結婚式であればそんな豪華にする必要もないし、ちゃんと祝ってくれるっていうふうに思ってくれるんであれば、その形式にこだわらずにできたらやっぱり最高ですよね。ここからは求めです。先ほどご相談のね内容にあった今婚約していますと、それで結婚すべきかどうか迷っていますっていうふうな方に一言言えるとすれば、今のねお話を踏まえた上で迷うぐらいならしない方がいいと思いますっていうことですね。はい、迷っているっていうことにはやっぱりそこで価値観の違いをどこか感じているところがあると思うんです。だからそこのところを自分がちゃんとコミュニケーション能力を磨いてやっていくべき。それで相手がコミュニケーションを取るのが下手くそな人であれば、下手くそな人同士ね一緒に磨いていくことができる相手なのかどうかだと思います。だから最初今ね日本人の私たちですからコミュニケーション能力が下手かもしれない。自分の本当のその言いたいことっていうのを言いにくいかもしれない。だけれどもお互いに夫婦というのは違う人ですから、同じ方向を見て同じ目標を立てられるかどうかですから、子供ができたら同じ目標を見てどんな子育てをしたいのかっていうのをすり合わせられるかなわけであって、また子供が大きくなったらどういうふうな大学に行くねサポートしていくのかとか、あるいは就職に対してもどうやってサポートしていくのかとか、あるいは老後に対してもどんな老後をね一緒に過ごしていけるのかっていうことなんですよ。だからそのすり合わせをできる相手じゃないっていうふうに今思う、そこで不安を持っているっていうことはちゃんとすり合わせができてませんよっていうことなので、今それは訓練をしてそれができるなっていう相手にねだと思えるんであれば、その時点で結婚したければすればいいしっていうことなんですよね。
実際にね、私もねどうやって結婚したんですかっていうふうに言ったら、私の場合はもうやっぱりこの人だと思ったわけですよね。この人だったら一生を共にしたいっていうふうに思った、その覚悟ができた相手だったんですね。だからその覚悟ができないんであればやらない方がいいですよ。やらないでずっとデートしてた方がいいですよ。ね、そうすればいつでも別れられますからね。ということなんですね。はい、じゃあ皆さん、結婚生活は嫌なことばかりじゃないですから、やっぱりお互いに丸、ね、私も丸、相手も丸であれば、そのね、素敵なところをすり合わせて、もうちょっとのところをね、すり合わせる。で、これはお互いの素晴らしさを分かち合うっていう風なスタンスですので、これができれば最高の結婚生活かと思います。では皆さん、質問などありましたらコメント欄からお願いいたします。では皆さん、明日の瞑想でまたお会いしましょう。